こんにちは。デニッシュ、今日も早速やってまいりましょう。材料こちらでございます。超簡単とかね、折り込みなし、バターシートなしとかね、タイトルでよく見かけますけど、裏を返せばね、そんなにむずいんやっていうね難しさを隠すかのようなね、タイトル見て、やっぱ難しいんやなって私は思いましたけど、でもね、作ってみたらね、難しいっていうよりかはやっぱりね、楽しい、と思いますので、今日ちょっとのんびりやっていこうと思いますね。で、強力粉、このニップンのね、一番安いやつにしました。で、薄力粉もね、これプライベートブランドのやつなんですけど、もう安いのでいいと思いますね。次、道具ですね。一番下のやつパンマットになります。だいたいこんな感じでできるかなと思います。では始めてまいりましょう。ぬるま湯ですね。触った感じね、人肌ってことなんやろうけど、なんか無の温度だから人肌やねこれでやるとなんかすごくね、デニッシュパリパリサクサクはもちろんなんだけど、ふんわりする感じもしたので、今日は無の温度でやっていきます。そして今日はね、強力粉と薄力粉2対1で混ぜていきますね。よく私パンに薄力粉を混ぜるとパサパサになるって言ってさいつもパサパサ警察してんねんけどあんまりなんかね、好きじゃなかったんですけど、デニッシュに関してはね、全然そのパサパサ感を感じなくて、でこの薄力粉を入れると何がいいって、やっぱりね、生地がすごく伸ばしやすいので、この割合で今日はやってみますね。で、お水を入れまして、だいたいですね、ひとまとまりになるまで、2分ぐらいでなるかなと思うんですけど、混ぜていきます。で、今日材料に卵とか牛乳とか入れてないと思うんだけど、入れなくてもね、全然美味しかったからね、卵も牛乳もタダじゃないしさ入れてないんだけど、入れる理由はなんかね、卵はまず、味、甘さ、風味とか、そういうので入れるらしいですね。で、牛乳もだいたい同じ感じなんだけど、風味とか、あとね、色づきがやっぱ綺麗になるんだって、牛乳入れるとね、っていうので入れてる人が多いみたいで、生クリームとかもね、なんか入れてはる人もいたりして、きっとね、美味しいんだろうけど、今日ちょっと安上がりな感じでね、やってみてますが、十分美味しくできましたね。でね、そうこんな感じで感触がちょっと重たくなってくるんだよね。それぐらいまで、今日はこの粉っ気が本当になくなるまで、粉の存在がいなくなるまで怖い言い方しちゃったけど、そうですね、こんな感じでいいかと思います。じゃあ次ですね、手洗ってきまして、手でいきますね。で、バターを入れていく。こんな感じで散らすようにね、塊にならんように、入れまして、とにかくですね、こねるバターが混ざるようにねで、だいたい4分ぐらいですかね、したら混ざると思いますので、やっていきます。でね、バター入れるとやっぱりこれもね、伸ばしやすくなるんですよね。味はもちろんなんですけど、今日はね、伸ばしやすさすごいね、大事やからね、難しいって言われてるデニッシュですからね難しいとは言われてないんかでねそうこんな感じで、最初はボールがね、つるっとしてると思うんですけど、これがだんだんこのバターがね、飛び出してくるにあたって、ちょっとこのべちゃべちゃっとね、ボールがこのべちゃべちゃっとしてくると思うんで、これを経てですね、もうちょっと
ここ混ぜにくいですけど頑張ってこねまして、またボールが一回ねつるっとしてくると思うんですね。してきましたね。こんな感じでね。でこれがだいたい4分ぐらいだと思うんですけど、ここまで今日はこねました。で生地の感じはね、どっちでもいいって言ったらあれだけど別にこれはまあまあつるっとしてるかなぐらいでいいかなと思いますね。そしたらこれでちょっときれいにしましてですね、今日はね何倍に膨らむとかっていうよりかはもう時間で1時間待っていこうと思います。でその間にですね、バターの準備、なんちゃってバターシート、前々回かなデニッシュ食パン作りましたけど、その時と同じですね。大きめに広げたラップの上にだいたい 10g ぐらいかなのバターを今日は6枚ですね並べまして、長方形にね並べますね。でこれをですねぴったりくるんでいく。ぴったりね。これであとはゴロゴロくっつけていくということで、バターによってサイズが若干ね違いませんかっていうとこなんだけど、違いますねきっとねなんだけどだいたいこの手のひらぐらいの長方形になってればもうよしとして、多少のね誤差は全然気にせず今日はやっていきますね。で1時間経ちました。見ても分からんけど一回見て多分いいと思います。本当はここでね一回冷やすんですよね、生地をね。だけど今日はね本当に普通のパンと同じ感じで、やっていきます。こうですね、まずバターを中心に置いて、こうやって包みたいので、これもね目分量でいきますね。だいたい2枚分ぐらいですかね。バターシート2枚分ぐらいを目安に広げていきます。でね、生地をやっぱり冷やしてないので、今日はね部屋を冷やしていますその代わりに部屋の方を今暖房を切りまして、この作業を始める時からですね暖房を切りましてやってます。でもねそれだけでね本当にだいたいうまくいくというか、冬限定になるとは思いますけどね、生地を冷やさずともいけるかなっていう気がしますね。いいですかね、大体でいいんですけど。で真ん中に置きまして包んでいきますが、ここね隙間空いてるやんっていう話なんですけど、ここあえてねバターはみ出し対策でちょっと開けときますね。先生たちはやっぱりねすごく上手なので、生地も冷やしてるので、ここを結構バターをピチピチに、生地とバター同じサイズ感でやられたりするんですけど、私はもうねはみ出してくるっていう前提で自分の実力ならはみ出してくるっていう前提でちょっと隙間をあえて開けておきますね。でですね、今ちょっと閉じ目開いちゃってるけど、だいたいこれぐらいの大きさ、結婚式のカバンぐらいかな。あれってさ絶対結婚式でもらう大きな紙袋の中に入れて帰るよね荷物多なったらさカバンほんまにいらんなってなって紙袋に入れて持って帰るカバンぐらいになったら、こっからスタートしますね。で今日はね三つ折りを3回やっていこうと思います。でまず1回目ですね。綿棒をねずっと同じ向きに向けて、まずこの縦方向に伸ばしつつ、生地をねこの平らに、生地と今バターがちょっと隙間空いてるから、その隙間を埋める感じでねやりますね。この上下のところになんか空洞が
できてるような生地がたまるような、なんかちょっと気になる感じにはなるけど、全然気にせずに平らになったなっていうところから、次はですね、このね今の縦の長さの倍、1対2ですねになるように横方向に、今度はこっち方向に伸ばしていく。でもね長さはもうだいたいそんぐらいっていうのでよくて、とにかく長く伸ばせばよくてですね、それよりもバターがやっぱりねはみ出してきそうになるんですよね。特に1回目ね、なんか1回目すごく難しいなと私思いまして、この横のところ、そして案外この端のところもね、なんかね不安定なのよ1回目ってなんかやったらわかると思うんだけどね。なのでとにかく時間を私はかけてもいいと思うので、ゆっくり、バター溶けてくるかもしらんけど、ゆっくり丁寧にやりました。で、だいたい1対2ぐらいになったかな。でなったら三つ折りします。粉をねちょいちょい払いながら、いいですね。でそしたら長財布ぐらいだね。小さい財布じゃなければいいかなってこのさ大きさトークいらんだいたい長財布ぐらいになったらいいかなと思いますね。でこっから2回目いきます。2回目もね全く同じですね。1回目とやること同じで、まずこっち向きに平らにする。やっぱり3つに折ったからね、ちょっとこの生地の隙間ができてると思うから、それをね平らにしていく。で触った感じ、だいたい平らになったなってなれば OK。 もうちょっとします。だいたいでも手のひらサイズぐらいなんですかね、この高さっていうかね。でそしたらまた一緒です。今度は横方向に2倍に、縦の長さのだいたい2倍になるぐらいまで伸ばしていきます。2回目はねなんかこうスッスッといく感じするんですよね。ちょっと長かったかもしれんけどいいでしょう。でまた三つ折りですね。こうやってねジャミジャミになってると思いますけど、こんなんいつか最後中の方に行くんで全く気にせずにですね、またちょっと小さめの財布ぐらいになってますけどいいでしょ。でここでさすがにね1回冷やします。ちょっと伸ばしにくくなってきたので1回30分ぐらいですかね、冷蔵庫で冷やしていきます。じゃあですね、最後3回目、ちょっとね生地がベタっとしてると思うんで粉振りまして、また3回目も全く同じですね。とにかく最初平らにする。触った感じ平らになったなと思ったら、次縦の長さの倍に伸ばしていきます。こういうのって作る前まではさ、なんかめんどくさそうとかね、なかなか重い腰が上がらんっていうかね、だけどこの作り始めるとやっぱり楽しいね。なんか集中できるよね、こういうのってね。でこれでですね完成です。もうこれでデニッシュ生地完成なので、あとはねもうパンオショコラにもなるしクロワッサンも作れるしっていうので、
自由にね伸ばして好きな形に成形していくっていう感じですね。で今日はねちょっといろんなパンをね焼いてみようかなと思いまして、でまずですね厚みはなんかね3から5ミリぐらいがいいって見ましただけどそこよりも何よりもですね、こっから縦方向に伸ばすっていうのがなんだろう、めっちゃ難しいねんね。やり方は折り込みする時と全く同じ、伸ばし方一緒で、綿棒の向きをまずこっち向きにかけて縦を伸ばしてから横を伸ばすっていう風にするんですけど、この縦向きがねもうこの折り込んだ後の生地ってね全然伸びていかないから、ここちょっとね難しかったです。とにかくね時間をかけて5分ぐらい伸ばしてたから気合でねここはもうちょっとやり方うんぬんじゃなくて気合でとりあえず伸ばしまして、厚さこんな感じかな。私は今日はね縦20の横30でちょっといろいろやってみようかなと思います。じゃあまず1つ目、上下を切り落としまして渦巻きデニッシュですね。で2つ目、渦巻きデニッシュ2ですね。でここからちょっと本番だね。こんにゃく型のさ手綱こんにゃくみたいなシュガーデニッシュ、あれをちょっとねやってみたいので、上から入れたら次は下からだね。いいですね。次パンオショコラいきます。縦長になるように置いて、で私の好きな明治のチョコですね。パンの中に入れるとなんかすごい甘さ増すからね、不思議よね。ブラックでやりますね。ブラックチョコでやります。閉じ目がとにかく下に行くように適当に巻きました大きさはだいたい春巻きぐらいになりました。こんな感じでね。チョコもね私が YouTube 始めた時ぐらいは98円とかで売ってたのにね、最近もこれ150円するもんね。高いですよね。で、できました。でちょっと再びねこんにゃくのやつやりますね。上からと下からですね。はい、いいね。じゃあ最後ねクロワッサンもちょっとやってみようかなと思いますね。本当は綺麗なね二等辺三角形にした方がいいんでしょうけど、この直角三角形でもね、もう今日はなんちゃってだからさ。でこのさクロワッサンの巻き方、今切れ目入れたけど最初開きすぎず閉じすぎずで巻きましょうとかねあとねこの巻きの強さも強すぎず弱すぎず巻きましょうとかね、すっごいいろいろあるんだよね。でも今日はもう全部何にも考えずにただ巻いてますちょっとやり直しますもうね難しいこと考え出したらできないから見て、ちょっと上手じゃない
ね、楽しくやらせてほしいね。ということで、どうですかね。かわいいね。今んとこいいね。いろいろできました。で、待っていきますね。今日は結構しっかり90分とか、2時間ぐらい待ってもいいかなと思いますね。で、予熱しておきます。で、仕上げですね、牛乳塗っていきますね。本当はね、このなんていうか、いろんな種類ね、大きさも形も違うし、一気に焼かない方がいいんだろうけどね。まあ今日はちょっとそういう細かいことを置いときまして。でね、この温度がね、皆さん調べたら出てくると思うんだけど、デニッシュね、バターが溶け出さない温度で焼きますって出てくるねんけど、それは無理ちゃう。バター溶け出さない温度ってそれはさすがに無理ちゃうと思ってとりあえず焼けました。ごめん言うてる間に焼けましたが、どう？今日ちょっとさ、天才出てない？ちょっと切ってみるね。いや、音聞いてくれた今ね。すごいよね。いや、ちょっとすごない今日。そうだね、製菓用のチョコじゃないからね、やっぱり溶けたりしてるんですけど、なんかもう十分じゃないねえ。スーパーの安い材料でさ長財布ですとか言って作った割にさ。で、クロワッサンもちょっと切ってみたね。ねえ、すごいパリパリとさ、ふわふわの、見て、なんかクロワッサンって本当はさ、蜂の巣みたいな断面に内装っていうのなってた方がいいってね、聞くけど、いやでも十分ね、いいよね。美味しそうだと思います。いただきます。すっごい美味しいです。パン屋さんのやつって言われてもね、なんか調子乗ってるって思われたらちょっと困るけど、いやでもね、本当にパン屋さんみたいなやつできたなって思いますね。なんて言うんだろう、どうしてもね、このシュガーデニッシュの作り方とかクロワッサンの作り方とかね、そういうので見てると、なんかもうそれしかできないっていうかね、なんかすごい思い込んじゃうんだけど、デニッシュ生地ね、生地自体を作れば何でも作れるから、本当に好きなように成形してね、これね、私全然違う日にですね、ちょっと渦巻きにして焼いてみたんだけどね、型に入れたりするとふんわりしたりしてね、同じ生地なんですけどね、したりして、なんかいろいろ楽しめて、このねデニッシュ生地ね、楽しいですよね。また楽しい強制しちゃったけどね、でも今日は楽しくできたなと思います。はい、ということで今日はですね、デニッシュ生地でいろんなパン焼いてみましたが、いかがだったでしょうか。ここまでご視聴いただいた皆さん、お付き合い本当にいつもどうもありがとうございます。お相手はおなおドーナツでございました。また見てね。バイバーイ。